今日はまず私が大学のエコロジー生態学の授業で受けたちょっとした衝撃の話から始めますね。ニッチという言葉聞いたことがあるでしょうか？日本語だと生態的地位なんて訳されます。ざっくり言うと、ある生き物がどんな場所で何を食べてどんな暮らしをしているか、その生き物に固有の居場所のことなんです。授業で先生はこう言いました。一つのニッチには基本的に一つの種しか住めない。正直信じられなかったんですね。だって同じ場所にいろんな種類の生き物が一緒に暮らしているように見えるじゃないですか。同じ池、同じ森、同じ土の中に複数の種が仲良く同居している。私はそう思い込んでいたんです。でも先生は静かにこう続けました。信じられないかもしれない。でもそうなんだと。完全に同じニッチを2つの種が奪い合うと、わずかでも有利な方が最後にはもう一歩を追い出してしまう。これは競争排除則と呼ばれる生態学のかなり根っこにある考え方なんです。この一つの居場所をめぐる静かで激しい奪い合いという感覚、実はこれが今日のテーマ、私たちのお腹の中でも全く同じように起きているんです。私たちの大腸の中には数百種類、数にしておよそ数十兆個とも言われる細菌が暮らしています。これが細菌層、いわゆる腸内フローラです。ここで思い出してほしいのがさっきのニッチの話。腸の中の居場所もすでにびっしり埋まっているんです。栄養という餌も腸の壁という土地も、もう先住者たちがほぼ全部抑えている。満員電車に後から乗り込む隙間がない状態です。この生まれきった生態系が外から来た新しい菌を弾き返す力、専門的には定着抵抗性と呼びます。ここから今日一番大事な話につながりますね。私たちがヨーグルトやサプリで生きた菌を口から取った時、その菌はお腹の中に住み着いて自分の腸内フローラの新しいメンバーになると思いますか？ちょっと考えてみてください。答えは基本的にはノーなんですね。もちろん例外はあります。例えば抗生物質の治療などで腸内のバランスが大きく乱れて空席ができた時、あるいはまだフローラが完成していない赤ちゃんの時期、こういう時は外から菌が一時的に居場所を得やすくなります。ちなみに、だから1歳未満の赤ちゃんに蜂蜜を与えることは危険なんですね。大人の腸内フローラは定着抵抗性を持っています。でも赤ちゃんは菌のスペースがあるんですね。蜂蜜に含まれるボツリヌス菌が定着して増えてしまう。そういう危険性があります。このように健康な大人のすでに満員の腸では飲んだ菌は基本住み着けない。数日から2週間ほどで便と一緒に出ていってしまう。通り過ぎていくだけなんです。便から消えるだけで本当はちょっと住み着いてるんじゃないのと思いますよね。私もそう思いました。ところが2018年、イスラエルのワイツマン研究所のチームが内視鏡を使って腸の壁そのものに菌がくっついているかを直接覗いた研究を有名な科学雑誌セルに発表しています。すると面白いことに、人には大きく2つのタイプがいた。プロバイオティクスを受け入れて一時的に粘膜にくっつくタイプ。そもそも堅くなとして受け付けない拒否するタイプ。しかも便には菌が出ているのに腸の壁には全然ついていないなんてケースもあったんですね。つまり飲めば誰でも定着するわけでは全くなくて、定着するかどうかはその人がもともと持っている腸内フローラに強く左右される。ここでもまたニッチの奪い合いが効いているわけです。ここで当然こんな疑問が湧いてきます。住み着かないなら飲んでも意味がないんじゃないかと。ところがここからが今日の本題です。住み着かないのに世界中の研究ではプロバイオティクスのいろんな機能性が報告されているんです。いくつか具体的に紹介させてください。例1、内臓脂肪です。これ日本の研究です。
ラクトバチルス・カゼリ SBT2055。特定の株を含む発酵乳をお腹周りが気になる成人に12週間取ってもらった無作為化比較試験。CT で測った内臓脂肪の面積が取らなかったグループに比べて優位に減ったと報告されています。ヨーロピアン・ジャーナル・オブ・クリニカル・ニュートリションという有名な雑誌です。続く大規模調査でも容量によっては内臓脂肪が 8% 減ったという結果が出ています。菌がお腹の脂肪という全身の指標を動かしうる興味深いですよね。例に、生きていなくても効いた。私が一番衝撃を受けたのがこれ、アッカーマンシア・ムシニフェラという腸の菌をなんと低温殺菌して死なせた状態で太り気味のインシュリンの効きが悪い人に3ヶ月取ってもらった試験です。死んだ菌なんですよね。定着するどころか生きてすらいない。それなのにインスリンの効き、感受性が約 29% 改善し、血中のコレステロールも下がったと報告されました。むしろ生きた菌より殺菌した方がしっかり効いたんですね。例3、定番の働き。他にもラクトバチルス・ラムノサス LGG という有名な株、ラクトバチルス・ロイテリ、ラクトバチルス・プランタルムなど特定の株についてお腹の調子のサポートやいろんなアウトカムが研究されています。ここで大事な注意を一つ。今挙げた数字はすべて特定の株で示された結果です。プロバイオティクスの科学には菌株特異性という大原則があって、同じ種でも株が違えば働きが違う。だから乳酸菌なら何でも同じとは言えません。ここは正直にお伝えしておきます。それにしても住み着かないのに効く、生きていなくても効く。じゃあ一体何が効いているんでしょうか。最近の科学が出した答えのキーワードがポストバイオティクスという考え方です。ポイントはこうなんですね。効いているのは多くの場合、住み着いた生きた菌そのものではなくて、菌が出していく物質や菌の体そのものが届けるシグナルの方なんです。イメージしてください。飲んだ菌はお腹の中に引っ越していく住人ではありません。数日かけて腸を通り過ぎていく旅人です。でもその旅人は通り過ぎる間にいろいろな置き土産を残していく。一つは代謝物。菌が出す乳酸や酢酸、そしてそこから生まれる短鎖脂肪酸といった物質が腸の環境に一時的に作用します。もう一つは免疫へのシグナル。菌の体の成分が腸にいる免疫細胞に合図を送る。この時菌は生きている必要すらないんです。だからこそさっきの殺菌アッカーマンシアが効いた説明になるんです。さらに一緒に摂る食物繊維、プレバイオティクスがもともと住んでいる善玉菌の餌になって地元の菌の働きを後押しする。2021年に専門家チームがポストバイオティクスを健康に良い影響を与える生きていない菌やその成分と正式に定義しました。住み着くことはもはや必須条件ではない。これが現代のプロバイオティクス間の大きな転換点なんですね。でもその置き土産は結局体の何に一番効いているんでしょう。ここで今日の核心に入ります。私は健康というものの大元は先日めると一つに行き着くと考えています。それは慢性炎症を抑えること。怪我をした時の腫れや赤みのようなはっきりした急性炎症ではありません。自覚症状のないまま体のあちこちで小さな火が長くくすぶり続ける状態。これを慢性炎症と呼びます。そしてこの慢性炎症は年齢とともにじわじわ強まっていくことが知られていて、老化や加齢に伴う多くの不調の共通の土壌になっている。炎症、インフラメーション、そして老化、エイジングを掛け合わせてインフラメイジングなんて呼ばれています。血管も脳も肌も筋肉もこのくすぶる日にじわじわ削られていく。だとしたら健康の一番の土台はこの日を大きくしないこと、
慢性炎症を低く保つこと、私はそう考えています。ではさっきの金の置き土産はこの日に対してどう働くのか。ここ一番面白いところなので、できるだけ噛み砕きますね。スタートは私たちが食べる食物繊維。これは胃や小腸では消化されず大腸まで届きます。すると大腸に住んでいる菌たちがこれを発酵させて短鎖脂肪酸という物質を作る。中でも酪酸が主役です。この酪酸がすごい二刀流なんです。一つは腸の壁の細胞のエネルギー源になって腸のバリアをしっかり保つ手伝いをする。バリアが保たれると菌の毒素のかけらが血液側へ流れ出すのを抑えられます。火種が血流に乗りにくくなるというイメージですね。もう一つが本命。この酪酸は免疫のアクセルとブレーキのうちブレーキ役の細胞専門専門的にはこの制御性 T 細胞 T レグと呼ばれる細胞を増やす方向に働きます。酪酸が遺伝子のスイッチをオンのまま保つような働きをして、このブレーキ細胞が育ちやすくなる。ブレーキ役が増えれば免疫の過剰な暴走が抑えられる。つまり体のあちこちでくすぶる慢性炎症の火が静まる方向に向かう。これが住み着かない菌がそれでも炎症を抑えうる、その分子レベルの正体です。住人にならなくても通り過ぎる旅人が置いていった一杯の水が火を鎮める。そんなイメージですかね。ここで科学に誠実でいるために現在地を正直にお話しします。たくさんの研究をまとめたメタ解析では、プロバイオティクスを取ると炎症の指標である CRP や TNF-α は下がる傾向が報告されています。例えば糖尿病の人を対象にした解析で CRP が優位に低下しています。一方でもう一つの重要な指標である IL6 については研究によって結果がバラバラではっきりしない。効果の大きさも誰にどの株をどれだけで変わります。だから今日の話は菌を飲めば炎症が必ず消えるという魔法の話ではありません。住み着かない菌でも通過する間に慢性炎症を抑える方向に働きうる。その有力なメカニズムがここまで分かってきた。それが今の私たちの正確な立ち位置です。ではまとめてみましょう。腸の中の居場所イコールニッチはすでに満員。だから飲んだ菌は基本旅人になります。住人にはなれません。でもその旅人が通り過ぎながら残す代謝物やシグナルが生きていなくても私たちの体を整えうる。そしてその聞きどころの核心は慢性炎症というくすぶる火を鎮めることにある。そう考えると菌そのものと同じくらい大事なのがその菌たちの餌になる食物繊維をちゃんと食べること。住人を入れ替えるよりも今いる住人を元気にする方がずっと現実的なんですね。次回はこうした菌と菌の餌を一緒に設計するという考え方をもう少し具体的に掘り下げてみたいと思います。これは製品開発の裏話につながります。面白かったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。